今日はヘデラのスタンダード製図用シャープペンを購入したので紹介していこうと思います。ヘデラは最近登場した TSUTAYA のオリジナルブランドとなっています。デザイン性の高さから最近勢いがあるブランドなんですけれども、その中でもこちらのシャープペンはファンの中で人気の高いペンとなっています。どこかドイツの某ロットリング社と似ているところが見受けられるんですけれども、他社の製品のいいとこ取りをしたような理想的とまで言えるシャープペンなので、詳しく見ていこうと思います。マットブラックのボディはかなりクールで異質な存在感を感じられます。改めましてこちらはヘデラのスタンダード製図用シャープペンという名前で、あんまりかっこいい名前ではないですね。無印良品みたいにその製品の特徴を名前にしているといった感じです。名前はかっこよくないんですけれども、デザインは非常にかっこいいです。ペン先のガイドパイプと文字以外は全て艶消しのブラックが採用されていて、ロゴは非常にシンプルに書かれているので、少々モダンでセンスの感じられるデザインとなっています。コード表示窓を回すところは金属のローレット加工となっていて、かなり回しやすい上に引き締まったような印象を受けました。クリップはかなり柔らかいので厚い紙でも挟むことができると思いますが、先端が斜め上に尖ったような形状となっているので、ちょっと手に当たってしまうので、そこは残念かなと思いました。グリップと後軸の表面はラバー素材となっていて、グリップ性能がかなり優れているのでメリットがすごく大きいんですけれども、その反面黒色はホコリがつきやすいですし、他にも白とピンクがあるんですけれども、そっちだと汚れが結構目立ちやすくなってしまうので、ちょっと厄介な素材ですね。劣化しやすいという面でも少し心配な素材となっていますが、使う分には申し分ない性能を持ち合わせてくれているんじゃないかなと思いました。今は生産終了になってしまったんですけれども、1995年に発売されたコクヨの TZ-PSP1015 とほぼ同じ形状となっています。コクヨで生産されていた製品なので、コクヨでの復刻というわけではなくて、会社の違うヘデラの方でおそらく OEM 生産という形だと思うんですけれども、若干ロゴとかのデザインを若返らせて事実上の復刻を成し遂げたというちょっと不思議なシャープペンであります。ノックの感触はちょっと硬めな印象ですね。実際に持ってみるとかなり軽いです。重量は約 11g となっているので、かなり抑えられた重量かなといった感じですね。格子状のラバーグリップもがっしりと握れるような感じで、全体がラバーグリップなので手全体で滑り止め効果を発揮してくれます。コクヨが昔販売していたということもあって非常に完成度が高いなと思いました。ではちょっと分解をして中を見ていこうと思います。口金は真鍮に焼き付け塗装がされていて、内側の塗装はちょっと雑なところがあるんですけれども、外から見えるところじゃないので、目をつぶっておきましょう。ただヘデラのスタンダードシャープペンも結構塗装が雑なところがあって、使っていくと剥がれやすいんじゃないかなっていうのは少し思いました。金色に剥がれるのはそれはそれでかっこいいなと思うんですけどね。焼き付け塗装の質感はロットリング600に似ていて重厚感すら感じます。ラバーグリップの内側には樹脂の軸が入っています。ただ樹脂の軸もペンの中心までしか通っていなくて、これは合成かなり低いなと思いました。結構ふにゃふにゃする感じですね。非常に書きやすくておすすめをしているステッドラーの92515があるんですけれども、それと素材の組み合わせが結構似ています。コード表示窓のデザインはロットリングから取っていて、素材の組み合わせはステッドラーの92515から取っているという感じで、その2つのペンのいいとこ取りをしたような感じかなと思いました。製図用シャープペンなんですけれども、クリーナーピンはついていなかったです。では実際に書いてみて、書いた際の第一印象について紹介していければいいかなと思います。ペンの重量がかなり軽いですし、しっかりと握れるラバーグリップなのでかなり書きやすかったです。入れた力が素早く伝わってくれて、勝手に早く書いてしまうような気がします。それでいて安定感もしっかりとあるので字が汚くなりにくいですし、これはすごくよくできたペンだなと思いました。ただ自分の持ち方の場合は尖ったクリップがやっぱり手に当たってしまうので、結構そこは残念ですね。もう少しクリップの形状を変えるか短くするか、それとも取り外しがもっと楽にできるようにしてほしかったなと思います。軸がラバーと樹脂でできていてかなりしなりやすいのが原因で柔らかい書き味になっています。
これはステッドラーの92515と非常によく似た書き味で、ちょっと癖になるような変わった書き味ですね。しっかりとした重みのある書き味ではないんですけれども、樹脂の軸特有の軽くてソフトな書き味となっていて、これはこれでいい書き味ですね。最初気づかなかったんですけれども、地味に芯のクッション機能が搭載されています。ただかなり可動範囲は狭いですね。折れない機能というよりかは、一般筆記にも対応できるように書き味をより柔らかくして、なおかつ軸にかかる負荷を低減させる効果があるんじゃないかなと考えています。強度に関してやはり不安なところはあるんですけれども、とにかく書きやすいですね。値段は1000円プラス消費税となっていて、ちょっと高めな設定かなと思いました。正直700円から800円ぐらいが適正な価格かなと思います。ちょっと高いんですけれども、デザインはかなりかっこよくてかなり書きやすいので、個人的には文字をたくさん書く中高生の方に結構強くお勧めできるかなと思います。痛いクリップも頑張れば外せますし、自分はすごく買ってよかったなと思っております。ということで今日はヘデラーのスタンダード製図用シャーペンの紹介でした。5つ星評価を入れた徹底レビューの方はまた時間があったらしていこうかなと思います。結構いいシャーペンでした。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。